さて明日は島の子供たちの漁業体験。万が一取れなかった時に備え、マサルは夜の海に出陣することに。果たしてどんな魚が取れるのか、そして子供たちは喜んでくれるのか。それでは夜の海潜行開始。さて夜の海に出陣です。お、何やら見慣れない魚がいますね。こちらの魚はマダラタルミの幼魚。以前マサルもさばいた動画を出したこともあるんですけども、全く模様が違うんですね。そう、大きくなるにつれて模様が消えていくんですよ。ちなみに魚はまぶたがないんですよ。なんでね、目開けてますけど寝てます。さて今日もニザダイはたくさんいるぞ。何匹つけるか。さて潜行開始。今回ですね、巨大魚をつく企画をしておりまして、結構ね筋トレしたんですよ。そしたら75キロぐらいになりまして、腕の筋肉がかなりでかくなっちゃって、水中時を引くたびに腕の動脈が締まって、もう本当にこの日マジで溺れそうでした。あ、お魚発見。ヒット。まあ79キロから75キロですから、体重としては減ってるんですけども、ちょっとね上半身がごつくなりすぎてしまいまして、もうこれ本当にね、もうこのウェットスーツ着てるだけでもう上半身が圧迫されて圧殺されるんじゃないかと思いました。初めてウェットスーツを着た時の気分を思い出しましたね。だいたいみんなね、もう気持ち悪いよ、はよ脱ぎたいってね言うんですよ。まあそんな弱音を吐いて約束を破るのは男じゃねえということで続けていきます。特にね上腕二頭筋がマジできつかった。今取ったのは長ブダイのメスです。ちなみにマサルの取ったブダイはですね、フライにされ概要欄の URL から売られております。個数が少ないので欲しい人は早めにゲットしてください。今回はですね、いつもみたいにもう昼間なのかなっていうぐらい光を強く焚いてないんですけども、満月が近いとですね、魚がぼんやりと起きてて、あんまり光をさんさんと焚きすぎると起きて逃げていっちゃうんですよ。ニザダイ発見。こっから撃っても当たらないので回り込んでから撃ちましょう。狙いを定めてヒット。こちらの魚ニザダイという魚なんですけども、処理をねしっかりしないともう臭くて食べられないんで、1匹ずつ船にあげまして、そして内臓を取って、そしてクーラーにぶち込んで冷やし込みをしていきます。そこまでしないとねニザダイ臭がするんですよ。人によっては吐くほど臭いです。唐揚げにすれば普通にうまい魚です。というわけで1匹目ゲット。さて今度は実際の暗さを皆様に味わってもらいましょう。ライトをつけている左手で耳抜きをしますから、そのタイミングは目の前は完全に暗黒の世界。海底に着いたら岩陰をひたすらしらみつぶしに探していきます。ところどころ観賞魚がいますね。そろそろ諦めて浮上しますか。浮上するタイミングももちろん魚を探します。いた。なんだよ、そんなとこで寝てたのかよ。いた。カメラマンの人がライトをつけてくれました。一気に明るくなりましたね。今度は長ブダイのオスですね。これもフライにすると最高に美味しい魚です。この映像のブダイがネットショップで買えます。面白くないこのシステム。こっからはハイライトです。つくシーンだけご覧ください。長ブダイがもう一匹。こいつパワー強いんですよね。ぐちゃぐちゃに絡んで大変でした。そしてニザダイは無限にいます。狙いを定めてヒット。そして今回ね誤算だったのが、水中銃で今回来たんですけども、水中銃の音でニザダイが逃げていきます。50匹ぐらいの群れにも遭遇したんですけども、一発撃ったらすぐにいなくなる。いっぱい取るなら手盛りの方がいいですね。真横から忍ぶよりヒット。キルショットしてますね。これが一番いい状態です。さて上から狙いを定めてヒット。こいつもパワーが強い。でこの日はですね、やばい生物に遭遇したんですよ。まさかの沖永良部島最高級食材セミエビの登場だ。価格はなんと競り値で2万円。だいたい市場に出るときは競り値の3倍。こいつを食うためには何枚の1万円札を握りしめなくてはならないのか。というわけで先行開始。なんと2匹いる。やばい、目がお金になってまう。やばい、逃がしてしまった。2万円が
ゲット。セミエビはねめちゃくちゃ取りやすいんですよ。マサル視点も見ていきましょう。足元に動く財宝が落ちてるのともう変わりませんから、掴む時めちゃくちゃ緊張するんですよ。はい、というわけでね2匹ともゲットしましたが、この日はセミエビの禁漁期間なんです。逃がさなくちゃいけないんですよ。やばい、俺の両手に今これ5万ぐらいするんちゃうか。5万円分あるけど禁漁やから逃がさなきゃいけない。というわけで逃がします。漁業権違反はですね、結構ね罰が重い。3年以下の懲役または3000万円以下の罰金です。海入ったらウニとかサザエとかいっぱいいますけども、スーパーで買えるようなものを取るだけで前科者になってしまいますから、皆さん絶対取っちゃダメですよ。というわけで取ったら大犯罪なので逃がしておきました。とここでマサルが何かを発見した模様。いたのは巨大なハリセンボンネズミフグだ。浅いところにいるので水面から狙いを定めてヒット。ハリセンボンは水を吸って膨らむと結構回収が大変なので脳をねめちゃくちゃ狙ったんですけど、ハリセンボンの脳って本当に小さくてなかなか当たらないんだよね。横視点も見てみましょう。何やらおかしな口をしてます。どうした？なんか出てきた。どうやらお食事中だった様子。かなり大きなものが出てきましたが、何を食べていたのでしょうか。出てきたのは朝鮮サザエです。普通のサザエとは違う種類なんですけども、皆さんが見たことあるサザエと同じぐらいの大きさです。ちょっと取ってみることにしました。すごいしっかり先端の部分が砕けてる。さっき漁業権の話をしたんですけども、ネズミフグは漁業権がかかってなくて、朝鮮サザエは漁業権がかかってるんですね。これもし口の中にサザエが入ったまま持って帰ったら法律的にはどうなるんやろうね。漁師の人がね、おいそのハリセンボンの口の中なんか入ってないか見せろよって言ってこない限り裁判にはならないんでありえない話なんですけどね。さてそろそろ帰ろうとしていたその時、まさかのやつを発見してしまいました。潜行開始。果たして何がいたのか。またしてもネズミフグだ。こいつもかなりでかい。ヒット。今日はネズミフグが活発的に動く日なのかな。なかなか2匹出会えることは稀ですよ。さて血抜きをして締めていきます。次は脳天締めです。うまく円髄に当たりましたね。一気に白くなりました。さて魚かごに入れて持って帰ります。これ小学生に見せたら喜ぶんじゃない？でかいな。というわけで本日の漁は終了です。みんな楽しそうやな。岸の方から追い込んで、このリーフの際のあの V のところに網が張ってあるんで、あそこに魚がかかるという仕組みですね。結構待ってる。大量じゃん。取れた。はい、取れました。やったや。ハリセンボンも小学生たちとさばき、味も好評でした。イエイイエイイエイ。みんないい魚ゲットしてんじゃん。おじさん。疲れた。さすがに疲れたか。これで高評価1億万人。ということで皆さん高評価1億万よろしくお願いします。それでは。